ギリシャのクレタ島には赤い柱と複雑な回廊の姿で知られるクノッソス宮殿があります。物事を整えようとするとき、人は見通しの良い形を求めることがあります。入り口と出口を定め、誰もが迷わない道を作れば秩序は保たれるように思えます。けれど、クノッソスの中心に築かれた宮殿はまるで逆でした。空へ開かれた中庭の周囲に階段や中廊、貯蔵庫や工房、祭祀に関わる空間が折り重なり、明るい場所と奥まった部屋が複雑につながっています。そこに残されているのは色鮮やかな壁画だけではありません。巨大な容器へ集められた豊かさや粘土板に刻まれた人や物の動き、そして後世に語られた迷宮の記憶が同じ場所に重なっています。人はなぜ秩序を迷宮のような宮殿に託したのでしょうか。クノッソス宮殿があるのは地中海に浮かぶクレタ島です。島の北岸から少し内陸へ入った丘陵地に青銅器時代の巨大な宮殿複合体が広がっています。紀元前2000年頃から発展したクレタ島の宮殿社会は現在ミノア文明と呼ばれています。クノッソスはその中でも最大規模の中心地であり、行政や経済、祭祀や生産を担い、海を通じた交流の結節点にもなっていました。白い石膏の壁には強い光が差し込み、木の柱はその上に広がる貝を支えていました。その一方で油や穀物、酒が蓄えられた貯蔵室には薄暗さが残っていたはずです。光と影の間を人々の足音が絶えず行き交っていました。しかしこの場所を王の住居と呼ぶだけではその姿を捉えきれません。異なる役割を持つ空間が集められ、何度も改築されながらおよそ600年にわたって姿を変え続けました。その中心にあったのは閉ざされた部屋ではなく、空へ開かれた中庭でした。空へ開かれた中心から見通せない道が伸びています。人々を一つに集めた宮殿はなぜ単純な形を選ばなかったのでしょうか。第1章、中庭から伸びる迷い。クノッソス宮殿を上から眺めると、建物の中央に大きな中庭が置かれていることがわかります。その周囲には部屋や廊下、階段や柱の並ぶ空間が四方へ複雑に広がっていました。秩序を保つための建物ならなぜもっと単純に作られなかったのでしょうか。人や物を効率よく動かすだけなら広い道と整った部屋を並べた方が分かりやすかったはずです。けれど宮殿に求められた役割は一つではありませんでした。そこには収穫物を集める貯蔵庫や品物を作る工房、人々が集う中には祭祀に関わったと考えられる空間がありました。それぞれは近くにありながら同じようには開かれていませんでした。広い場所から狭い通路へ入り、階段を上り、再び光のある空間へ出る。そこを歩く者は自分がどこにいるのかだけでなく、どこまで進める立場なのかを体で感じ取ったのかもしれません。この複雑さは初めから一つの設計図に描かれていたものではありません。古い建物が損なわれるたびに作り直され、必要な空間が加えられ、異なる時代の構造が折り重なっていきました。それでも人々は複雑さを捨てませんでした。異なる役割を一つの中心へ結びつけるため、宮殿を何度も作り直したのです。見通せない空間は混乱ではなく、立場と行動を分ける秩序だったのか。中庭から伸びる道は人々を同じ中心へ集めながら、それぞれ異なる奥へ分けていました。第2章、歩く体が覚えた線。宮殿の西側には細長い貯蔵室が並んでいました。床や壁際にはピトスと呼ばれる巨大な容器が置かれ、油や穀物、酒などが蓄えられていたと考えられています。
収穫物を運ぶ者は宮殿へ入り、定められた場所で荷を下ろします。容器へ移された品は数えられ、保管された後、必要に応じて再び外へ運ばれます。宮殿は豊かさを集めて記録し、必要な場所へ分け送り出す中心でした。工房では土器や石製品、金属製品などを作る手が動いていたのでしょう。そこでは壁画を描く者や柱や梁を整える者、重い容器を運ぶ者たちが働いていました。華やかな宮殿の姿は名を記されなかった多くの仕事によって保たれていました。光の入り方も場所ごとに異なります。中央中庭には空が広がり、光井戸を通して下の階へ明るさが届く。一方、貯蔵庫や奥まった部屋では壁の冷たさと薄暗さが人の歩みを静かに変えていきます。文字もまた宮殿を動かす見えない線でした。クノッソスからは現在も完全には解読されていない千文字 A と後の時代にギリシア語を記した千文字 B が見つかっています。千文字 B の粘土板には油の奉納、羊の数、品物や人員などが記されていました。書き留められたのは物語ではなく、宮殿の内外を動く物資と人々の役割でした。印を刻まれた瞬間、品物は誰か一人の記憶を離れ、中心が管理する数へ変わっていきました。多くのものを集めて数え分ける仕組みは人々を支えると同時に宮殿へ結びつけてもいきます。迷宮のように見える空間は人を迷わせるためではなく、人と物を細かく分けながら全てを一つの中心へ戻すための構造だったのです。その線の中で人々は自分の役割を覚えていきました。第3章、豊かさの奥の揺れ。クノッソスの壁画には鮮やかな衣服をまとった人々、植物や動物、そしてお牛に関わる情景が描かれています。そこには重い石の建築だけでは捉えきれない動きと色に満ちた世界があります。中でもお牛を飛び越えるような人物を描いた壁画はよく知られています。それが実際にどのような儀礼や行為を示すのかは今も確定していません。ただ、お牛がこの社会において重要な象徴だったことは伺えます。儀礼の場に立つ者は定められた衣装をまとい、共同体の前で決められた動きを示したのかもしれません。そこに誇りがあったとしても、多くの視線を受け役割を果たさなければならない緊張まで消えるわけではありません。宮殿へ物資を届ける者にとっても、この場所は豊かさの象徴であると同時に、自らの収穫が数へ変えられる場所でした。何を差し出し、何を受け取り、どの役割を担うのか、その全てを個人の意思だけで選ぶことはできなかったでしょう。そこには祭祀に関わる者や記録を扱う者、品物を作る者、運ぶ者がいました。誰もが同じ中庭を知っていても、同じ扉の先へ進めたとは限りません。秩序は人に居場所を与えます。誰と働き、何を捧げ、どこへ戻るのかが定まっていることは不確かな暮らしの中で支えにもなったはずです。けれど、居場所を与える仕組みはそこから外れる道を見えにくくもします。後のギリシア神話では、クレタ島にはミノス王が築かせた迷宮があり、その奥にミノタウロスが閉じ込められていたと語られます。その迷宮へ入ったテセウスはアリアドネから渡された糸を頼りに迷宮から戻ったとされました。青銅器時代の宮殿とこの物語を直接結びつける資料は残っていません。神話が伝えているのは建物の正確な姿ではなく、巨大な中心へ入ったものがその役割の奥から戻れなくなるという後世の感覚だったのかもしれません。宮殿の人々を結んだ線は暮らしを守る道であると同時に、簡単にはほどけない糸でもありました。第4章、描き直された迷宮。ク
ノッソス宮殿は紀元前2000年期の半ばを過ぎる頃まで改築を重ねながら使われました。やがて宮殿としての機能は失われましたが、クノッソスという場所そのものはその後も長く人々の記憶から消えませんでした。20世紀初頭、イギリスの考古学者アーサー・エヴァンズが大規模な発掘を始めました。彼は伝説上のミノス王にちなみ発見された文明をミノア文明と名付け、イコー王の宮殿として捉えました。エヴァンズは残された壁や柱の痕跡を守るだけでなく、鉄材やコンクリートを用いて一部を再構成しました。現在見られる赤い柱や色鮮やかな壁画には出土した断片だけでなく、彼と協力者たちが補った解釈も重なっています。復元によって失われた宮殿は多くの人が目にできる姿を取り戻しました。その一方で、どこまでが青銅器時代の遺構でどこからが近代の創造なのかは簡単には見分けられなくなりました。エヴァンズは複雑な通路やお牛の壁画、祖父の印を迷宮神話と結びつけました。けれどそれは遺跡が自ら語った答えではなく、発掘者が断片の間へ通した一本の糸でもありました。クノッソスに残っているのは古代の建物だけではありません。そこには後世の神話や発掘者の理想、保存のために施された修復、そして現在そこを歩く人々の眼差しも重なり、宮殿の像を作っています。本当の宮殿がどのような色を持ち、誰がどの部屋へ入り、どのような儀礼を行ったのか、その全てを元の形へ戻すことはできません。夏の日差しに温められた石へ手を近づけると、乾いた熱が肌へ返ってきます。赤い柱の影は床へくっきりと落ちますが、その影が古代のものか近代に描き直されたものかを光は区別してくれません。クノッソス宮殿の中央には今も空へ開かれた中庭があります。そこから伸びる通路の先には貯蔵庫、階段、祭祀に関わる空間、そして失われた城界の痕跡が残されています。かつての人々は宮殿の全体を見下ろしながら暮らしていたわけではありません。それぞれの場所に立ち、目の前の扉を通り、与えられた役割の中で一日を過ごしていました。迷宮とは出口のない建物だけを指す言葉ではないのかもしれません。全てを一度に見渡せず、それでも目の前に続く道を進まなければならない場所。宮殿の壁が失われた後も、私たちは残された断片の間へ自分なりの糸を通そうとします。神話という糸、発掘という糸、そして過去を理解したいと願う細く途切れやすい糸。クノッソスの中庭には今もクレタ島の光が差し込んでいます。けれどその周囲に広がっていた世界の全体はもう誰にも見渡すことができません。それでは次回の世界不思議トピックスでまたお会いしましょう。